読み込みが完了しました。お疲れ様です。星並びでございます。では本日もやっていきましょう。個人的な前回の反省なんですけど、話が暗すぎる。話がさすがに暗すぎたので、今回はもうちょっとフランクで万人受けしそうな内容を話したいなと思っているんですけれども、前回同様最初はね、実況の方をメインで撮っていこうと思っております。よろしくお願いいたします。では今回の手こんな感じですね。また悪くないですね。この時は初から切ります。ポンって言われたくない方の手ですね。なんでかっていうと、もう今の E ピンで頭ができたので、ピン風の形でリーチにいけるんじゃないかなというところです。さらにウーピン引いて中膨れの形ですね、いわゆる。これで数ピン3ピン、あとローピンチーピン全部嬉しい形に変化するっていうところですね。なのでここの形は大事にしていきたい。これでもう完全に攻めるんだったらシャを切ってまんべんなくいきたいんですけど、ちょっと受け駒を残したいという意味であればパワー1切ってもいいかなと思ってます。今回パワー1切ります。なんでかっていうと、親がもうチーソーを切ってるんですよね。結構早いんじゃないと。でもし早かった時1枚ぐらい受け牌を残しておきたいので、シャアは残しておきたいと思います。ここの形ちょっとウソだけで苦しいな、ちょっとここなんとかしたいなって思ってたら、なんとかするチーソーを引いてくれましたね。これすごい嬉しい。あとはこのウーピン周り、もしくはこの数万周りにくっつけてピンフ系のリーチを狙っていくという簡単なお仕事ですね。ただその前に気をつけたいのが、ここで4万にくっつくための3万がもうすでに3枚切れてますね。なので例えばウーマン引いてももうすでに待ちの3万は1枚しかない状態と、なかなか厳しいことになっているので、できれば4万はリーチや。あんまりくっつけたくないなと思ってたんですけど、先にリーチの方が飛んできちゃいましたね。でも335と切ってて4万は若干通りやすそうだなっていうところで、4万であれば勝負っていう形で今回は進めていきたいと思ってます。ただ64か、これはちょっときついなーって思ってるんですけど、いや4ぐらいは、46は切れると見ていきます。ナムさんよし、これでリーチ勝負に持ち込みたいですね。でもびっくりした。三蔵は全然現物でした。はい、これで私もリーチです。リーチよ。本当はパーソーリーチの現物だったんで、悩んだんですが、リーチの方を選択したらうまくいきましたね。これでリーチ一発、ピンフイーペーコーワカ裏なしと8000点ですね。結構悪くない上がりになったんじゃないでしょうか。これ4万6万普通に通りそうって言って切ってますけど、全然通らないこともあるので、皆さんは自分の手に応じて押す押さないを決めてくださいね。今回たまたまうまくいったよっていう例だったんで、普通にラッキーの方が勝ってるかなと思います。で今回赤2枚あるので、なんと初重ねてポンっていうのもしていきたいですね。なのでこのウーピンにくっつく、もしくはなんか初を引いていきたいですね。もしくはチーソーを引きたかったんですけど、引いてきたのはドラそのものですね。ここ悩ましいんですけど、12外すかこのウーソーを切ってスリムにするかの2択なんですけど、こっちにします。なんでかっていうと、ここローピン入った時にチーピンはそのまま使いたいんですよね。なのであんまり形を固定したくないと、頭のですね、形を固定したくないのでこうやって打ちました。でもナンも2枚切れちゃったんで、今思えばナン切ってもよかったですね。ナン発はちょっと重なって逃した時痛すぎるんで、今切る候補に入れてなかったんですけど、もうこうなっちゃったらナンが一番いらないのでシンプルにナンを切ります。うっすらとこの456が出来上がりましたね。今欲しいのはチーソーかな。やっぱり一番チーソーが欲しいですね。6万どうしようかな。一旦もう初切っちゃいましょうか。かなりピンフ系になりそうなのでピンフマックスでいきます。いやでも今6万でもよかったかもしれないですね。せっかくミスしないようにって言って今回一周は
メインで麻雀の話をするっていう話だったんですけど、これでミスってたら世話ないですよね。ちょっとそこは気をつけていきたいと思います。もう6番話しましょう。これでチーソーとツーピンのカンちゃん待ちとペンちゃん待ちの一射手になりましたね。本当はここの手から単ヤオとかも見たいんですけど、残念ながらこのドラが9層なので、ウソにうまくくっついたら8、9って落としていきたいなと思ってます。ただ先に数ピン引くような事態になったら、当然もうローソを引いて、さっきの同じ理論ですね、同じ中ぶきれの形からよりいい形になったので、これで9、8と話していきたいなと思います。数ピンだけはチーしようかなと考えてます。ここ一旦パスを切っちゃいましょう。安全度ですね。一応3層ローソはこの人には通ってるんでこっちにしました。今チーソーチーしてもよかったんですけど、もうちょっと待ってみましょう。次のチーソースソはチーしたいと思います。ちょっとねまだ面前のルートも見たいので一旦チーはしなかったんですけど、8万の方が通りそうなので8万の方を残しておきます。万が一数層引いて E ペイコーになったらなので、ローソーじゃなくて3層から切っておきます。よし、これで盤石じゃないですけど悪くない手になってきましたね。パーマンの方を離しておきましょう。通りそうではあるんですけどね、1万の方が確実に通りそうなんで、トイメン以外はこれはさらに変えましょう。初の方が安全ですね。こうやって安全度の比較っていうのは非常に大切かなと個人的に思いますね。リーチは効いてないですね。しかも親か。一応初双の子の安全牌で持ってたのでこれはポンしましょう。3ピン。なんでこれ3ピン切ったかっていうと、もちろん勝負もあるんですが、このウピン出たことで一応ワンチャンスになったんですね。でそっからチーソーが親の現物なことでチーソーの出上がりが期待できるなってことで、攻守のバランス見て今のはポンしました。ただ3ピン絶対安全牌ではないので、真似する方真似しない方はちょっとわかんないんですけど、完全に安全じゃないよっていうところも含めて試してみてくださいね。はい、今回の手ですね。悪くなさそうですね。悪くないけど良くもないかな。30点ぐらいの手ですね。これ前回もお話しした大井隆治さんが言ってた話なんですけど、自分の手を10点満点ないし100点満点で評価して客観的にこの点数の時にどうするかっていうのを決めていってくださいっていう風に言ってて、私その教えを忠実に守ってるんですけど、この手は789の3色にもしかするとなるかもしれないという手ですね。なったらもちろん勝負なんですけど、今もう私38,900点持ってるトップ目なので、あんまり無茶な戦い方はしたくないんですね。無茶な戦い方はしたくないという前提を置いた上でいろいろ手を進めていきたいなと思ってます。今引いたことで G1 だけさっき言った3色の種っていう形で残してます。でチートイツはもうさっきこのチーピン切った時にバイバイしちゃったのでパーピンはいらないと。で今見てるのはこの数ピンの周りにくっついて普通のピン不形になるか、もしくは運よくソーズ引きまくってここが一気通貫になるパターン。ここは数ピンに打とうかな。今チーソーを引いていい形になりましたね。一気通貫だったりこの数ピンの周りくっついていい形になるっていうのを見て、今のは数ピン切りにしました。でこれはもう一気通貫ルートになってきたので7、5と引いたんですね。すごいっすね。我ながらすごいので、ここは余裕でこの辺を切っていくと。この数ピン切るのっていうのがなかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。これをほぐすっていうんですよね。頭2個もうここに南あります。数ピン2個あってどっちも重なりにくいとやっぱりシャンポンリーチがメインになってきちゃうので、リーチよ。それはやりたくないなっていうことで、じゃあ数ピン切っといて横に3ピンとか引いたらそのままメンツとして採用するし、もし引かなくても他のところがこういう形で
綺麗なピンフの形になれば44と切って綺麗にテンパイまでたどり着く可能性があるよっていう感じですね。で今回数層2枚切れててリーチかダマかちょっと悩んだんですけど、チーソー出た時にピンフドラ1 2900点、まあ悪くないんですけど、ちょっとここまで頑張ったにしてはあんまり点数高くないかなっていうところでリーチしました。お、戦いましょうか。トイメンの方結構高いっすよ今回の手で。数層もう相手の待ちになってないこと確定してるんで、もし掴んじゃったら私の勝ちになっちゃいますね。かなり高いですね。リーチ、ピンフ、一気通貫、ドラ1なので12000点から数層が出ればスタートする手になってます。勝て相手の町は何でしょうね。結構マンズの真ん中らへんウッパーマンとかがローマン宣言でちょっと怪しそうだなとか、24切ってるんで、おっとつも24切ってるんで54とかをもし持ってればサブローピンの町とかになってるかもしれないですね。ただ今回は運よく私が上がれました。これどんな町だったか今出しときますね。はい、今回の手もめちゃくちゃいいですね。頭がない形なので頭を追い求めていきたいので一回3層から切りましょう。なんでかっていうと、ここ1、2万どっち引いても頭になる。ただこの三蔵老僧は横にくっついてももうメンツの形は足りてるので、一旦ここ切ったんですが、案の定三蔵からの両蔵で裏目を引いていくっていう悲しい流れになっちゃいましたね。なんで3と6で3のをさっき切ったかっていうと、これ赤り麻雀だからですね。赤いウソ入ってきた時に老僧手元にないと泣きそうになっちゃうじゃないですか。だから老僧の方を残しておいたんですけど、まあ赤をその順目に引くこともなく綺麗にこの234の形が完成しちゃったので、これでこいつとはお別れと。で今の形としては頭を追い求めるような形になっていて、これは赤くないと。ウッパーマンの横の形とウッパーピンか、ウッパーピンの横の形とこの老朽腕重なりとこの E1 リャンワンの重なりで今できたリャンピンウーピンの形ですね。ここは E1 を切ります。なんでかっていうと、もうすでに E11 枚2枚今切れて2万も1枚切れてて形が良くないからですね。でもうこの形になっちゃうと結構単ヤも見えてきそうな形になっているので9万の方を切りたい。でリャンピンとかウーピンとかが出てくれば積極的にチーしていきたいですね。特にリャンピンを泣きたいってのが今回個人的な欲望となっております。逆に691先に引いたらまあちゃんと欲張らずリャンピン切ってウッパーピンのリーチにしたいと思うんですけど、ウッパーピンどっちか引いたら91切ってがめつくいこうと思います。でこれ3ピン引きましたね。これはもう3万切って3万を頭の形にしちゃっても問題ないので E ピン数ピンの受けも残していきましょう。これで E ピン以外は単ヤ確定になりますし、 E ピンを引いてもピンフにはなると。これめちゃくちゃ高くなりましたね。単用ピンフ E ペイコドラドラ積もれば6000オール、ロンでも12000からですね。もうこの点数になってきちゃったのでわざわざリーチはしなくていいかなと思います。もう地獄の鎌を持ってきたみたいな有効さんみたいな話になってきましたけど、これはもう黙って12000上がれるなら玉取りしましょう。いいですね。あれですよね、昨日の真面目な方の麻雀界もそうだったんですけど、私が真面目に解説すると手が来すぎてしまってちょっと周りの方に申し訳ないなぐらいの手が入ってしまいますね。普段私もっと運悪いんですよ。こんなバラバラな形が多いんですけど、皆さんと一緒だとすごいいい手になっちゃいますね。で今回私ドラから話しました。これですね、南の後の西がドラなんですけど、もう私6万点持ってる点数いらないんですよ。西を起点として上がられる方が個人的には嫌なので、もうこの辺の役配を重ねて上がるか、もしくは降りちゃうか
二者択一にしたいんですよね。なので論にならない可能性が一番高いこの順目に西を逃がしました。ただこの123のメンツができて56のこのメンツの形ができてたりとか、この辺に優秀な孤立牌があるので普通にピンフにまとまりそうな感じは出てきて怖いですね。チーソーポンされてるのを私あんまりメモってなかったんで、それも考慮に入れてこのいらないローソーとかは切っていこうかなと思います。もうチーソーないですからね。ウーソーを聞いてもちょっとチーソーもう3枚なくて悲しい気持ちになっちゃうので、こういうのは先に切っちゃうと。こうなるとまあ1回1万切りましょうか。いらないですしね。これで123456で2メンツできましたと。でこれはいらない。ここの数ピンパーピン三蔵のところから2メンツ作り出したいよってわけですね。思惑通り三蔵に数層が重なってメンツ候補になりそうですね。あとはどっちが横にくっつくかですね。ただもう9ピン3枚で出てチーピンも2枚出てるので、まあ数ピンの方がくっつきそうですね。で悠長のことを話していたらもうリーチが飛んできたので、当然ここは降りていきます。パーピンからかなと思ってますね。パーピン切ってははうちの手のひらから逃れる普通があるとは。そうこうなった時にこの人にパーピン通ってないんですよ。だからこの人からのリーチを考慮すると先に東じゃなくてパーピンを離しておくっていうこの順目の問題は非常に大切なんですよね。だから所詮これぞ転覆。所詮どっちも安牌と高をくくらずにより危険な方から逃していくっていうのが麻雀のコツかもしれないですね。まあ急走はここの人が急走現物でこっちが筋だったのでまあ通るでしょうっていうことで、まあほぼベタ折りっていうような意識で切ってます。本当はねいいシャンテンでちょっと行きたいなって思い始めてきてた手だったんですけど、こうなっちゃったらしょうがないですね。こうなった後の私の打ち方なんですけど、めちゃくちゃ狭く打ちます。狭く打ちます。イケボですね。でなんでここ狭く打つかっていうと、もう私57,800点あって、まあよほど無茶をしなければ1着は取れるだろうという好位置までつけております。今回は私の手バーッと見ていただいて、まああんま良くないですね。3万とここに3ピンが必要になってくるので、まあ今3万いらなくなりましたけど、単ヤオ以外でまとまりそうな形でもないですし、高くもないですし、いい形でもないとなった時に、じゃあこのドラポンの人と戦うんですかってなった時、やっぱ戦いたくないわけですよね、個人的には。だからこの人がいつ来てもいいように手を組んでおきたいという思惑があるわけですね。この人の動向はだから逐一チェックしないといけません。で今数層切っててちょっと進んできたかなと思ってます。でもこの人も動き出しましたね。チュン2枚手から出しましたね。ってことはかなり単ヤオに向かって発信したんじゃないかと仮定します。だってチュンチュンって手から出てきましたもんね、ポンできるところを。ってことはかなり手が進んでるだろうなという予想が立ちます。なので私はもう降りようかと思います。単ヤオにロンって言われずに、なおかつこの人の現物になってる E ピンから切り出して降りていきましょう。で白が前の人もしかするとあれかもしれないので白切ってみましょうか。左の人にロンって言われないように祈りながら今のうちに切ります。危ない。本当はトイメイにポンされるのが一番ベストでした。よし。でここからはもう連想で降りようかなって思ってたら上がってくれましたね。さあこっからはもう正直点数状況的にもあんまり解説しなくていいかってなってきてるところなので、行けるときは行く、行けないときはめっちゃすぐ降りる、そういう感じで進めていきます。なのでここからは雑談タイムと行かせてください。はい、前回ね社会人の
皆さんに向けてね、どうなってるんだみたいなちょっとね、思想強めの話をしてしまったんですけれども、個人的に実はさっきまで編集してて、今編集終わりそのまま新しく今の動画撮ってるんですけど、重すぎて吐きそうになりました。自分で編集していながら。やっぱりなんかこういうちょっと真面目系な話をしてしまうと、あんまり気分良くないなって思ってしまったので、今回はちゃんとゆるーっとした内容でトピックスを持ってきました。はい、今回のトピックスこちらです。ドンで、私が出すんですけど、今回はね、ご飯の話でもしようじゃないかと思います。皆さんご飯って食べられますでしょうか？もちろん食べないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私ご飯めっちゃ好きなんですよ。みんな好きか。で、中でもやっぱり外食でちょっと安く済ませていいご飯を食べたいっていう風に、特にメンズの皆さんは思っていただけると思うんですよね。で、そうなった時、男が何食うかってなったら、もうそんなん一択でラーメンなんですよ。もうラーメンしか食うものはない。もうこの世にラーメン以外のものはないぐらいの勢いで、並んでまでラーメン食べたりするんですけど、皆さん何ラーメン好きですかっていうところからスタートしたいと思います。結構私が友達とかから話聞いた時に、何ラーメン好きなのってなると、結構多いのが豚骨と家系と二郎。なんかこの3つがやっぱメンズだからか多いような気がするんですよね。けど私全然どれとも違って、味噌ラーメンが一番好きなんですよ。皆さん味噌ラーメン食べたことあります？友達に味噌ラーメン勧めたら、あれ味薄くねとか言われて、なんかあんまり人気なかったんですよね。個人的には味噌ラーメンめっちゃ好きなんですけど、なんかあんまり人気ないなーって内心思ってるんですけど、皆さんは何ラーメンが好きですか？私味噌が好きな理由なんですけど、味噌ラーメンやっぱり寒い時に温まるとか、なんかそういうのがいいなーっていう感じがしていて、それこそなんか味噌の風味みたいなのがつもどう？上がりましたね。やっぱり体を温めて美味しいみたいなところがあって、個人的にすごい好きなんですよね。で、私は関東圏に住んでいるので、結構関東周辺のラーメンよく行くんですよね。で、関東周辺のラーメンで私がぜひ皆さんに行ってほしいとおすすめするのがサントラっていうお店なんですよね。サントラ皆さん聞いたことあります？江戸川橋周辺にあるラーメン屋さんなんですけど、有名な北海道札幌のつみれ系統のお店さんで、非常にバランスがいいというか、素人ながらなんですけど、めちゃくちゃ綺麗な味噌ラーメンが出てくるお店で、麺も私北海道大好き、黄色い中太縮れ麺っていうやつですかね。あれが出てきて、もうすごい王道な感じで好きなんですよ。やっぱり何が魅力かって、ちょうどいいバランスと体を温める感じの味が非常にやっぱいいですよね。味噌ラーメンが好きで、いろいろ味噌ラーメン渡り歩いてて、有名なすみれさんも食べましたし、それ以外北海道に実際行って味噌ラーメン食べたりもするんですけど、なんだかんだそこのサントラさんっていうところが一番個人的には自分の下にあったんですよね。っていうゆるい話をしようと思ってたんですけど、今話してて、あれ思ったより話膨らまねえなって個人的に思ってるところです。皆さんやっぱ一人暮らしの方とかご家族と住まれてる方とか、どっちの割合の方が多いんですかね。普段のご飯どうやって食べてるのかなって思って、もちろん休日だったりとか友達とご飯行くってなった時は、さっき言ったラーメン屋さんだったりとか、居酒屋とかね、もう社会人の味方ですね。安い居酒屋さんでリーズナブルなお酒とおつまみを頼むと、悪くないんですけど、結構平日とかって仕事に忙殺されたりとか、もしくは食べる時間ないなとかなったりとか、自分で作るのめんどくさいなみたいなことがあったりするんですけど、そういう時皆さん何食べます？私がよく食べてるのは、つもどう？そうですね、
やっぱ食べてないですね、あんまり。何食べてるんだろう、そういう時って思ったんですけど、私、それこそ同僚だったりとか、仕事の場の方とか、友達とか、そういった方々と一緒にご飯を食べるってなるパターン以外は、だいたいお家帰ってきて、そのまま麻雀やったりとか、M リーグ見たりとか、時間を過ごして、でそのまま寝て次の日の仕事を迎えてるような形なので、よくよく考えると私食べてないですね、夜ご飯あんまり。なので夜ご飯普段は食べない分、やっぱラーメンとかね、そういうちょっとコテッとしたジャンキーなもの、普段以上に欲しくなっちゃいますよね。はい、そんなところで、さっき出してるかわかんないんですけど、サントラの写真丼、うまそうすぎません？ぜひ皆さん行ってきてください。あんまりね、このラーメン食べる以外の用途で行くことないんですけど、ここ。ただ、行ったら間違いなく美味しいお店なので、ぜひちょっとおすすめしたいですね。ぜひそのお店に行った時はこの星名の紹介で来ましたと言ってみてください。何かしらのサービスはもちろんありません。ただ私が満足するので、ぜひ行ってみた方は私の X だったりとか何かしらでコミュニケーション取っていただけると幸いです。ということで、非常に皆さんとのね会話を求めているので、ご連絡をお待ちしておりますと。なんかちょっと気持ち悪い締めになっちゃって、ちょっと上、はい、失礼いたしました。ぐだぐだやってる間にどんどん手が進んできて、点数を失うことなく局面を進められてますね。これはラッキーと。皆さん、そうだ、思い出した。さっき私家帰ってきたらだいたい M リーグを見てお風呂入って、ご飯は基本食べないか、もしくは食べても軽食とかなんか出来合いのものとかが多いんですけど、私は M リーグとか見るんですよ。皆さんは帰ってきた後何してます？私はいつも M リーグを見るか、もしくは YouTube で他の YouTuber さんとか VTuber さんとかの動画を見るか、もしくは NBA のバスケットボールの切り抜きを見てますね。コービー・ブライアントっていう選手が前いたんですけど、その選手が残した伝説的な試合だったりとか、劇的な勝利の瞬間のブザービーターのシュートの動画とかを YouTube で見始めたことがきっかけで、 NBA 全然本当にそれまで見たことも聞いたこともなかったんですけど、急に見始めるようになって、私が見始めた時がカワイ・レナードっていう選手がプレーオフで活躍して優勝するっていうタイミングで、私それまでNBA の N 字も何も知らなかったのに、いきなりなんかね、毎日どっかしらの切り抜きで上がるプレーオフっていう、決勝トーナメントですね。決勝トーナメントの動画を見始めて、どんどんのめり込んでって、いつの間にか NBA めちゃくちゃ見るようになってましたね。ただその時はやっぱり時間もあったので、それこそフル尺の動画だったりとか、試合のフル尺の動画だったりとかを見れるような余裕はあったんですけど、さすがにちょっと社会人になってきてフル尺の動画を見てるほどの時間は確保できなくなってきた。だからこそ NBA 楽天だったりとか、そういったところで見られるフル尺の動画とか切り抜きとか、非常にありがたく見させていただいてるんですけど、なんかそういうのを見てるといつの間にか11時12時とかになってて、やばい早く寝ないと明日の仕事がっていう、ちょっとね現実的なことを考えてぐったりしてるようなところですね。そんな感じで基本的に動画見てますね、私は。で、実はここだけの話なんですけど、この後私さすがに麻雀で皆さんといろいろ麻雀を媒介として皆さんとコミュニケーション取りたいなとは思っているんですが、後々それこそ麻雀で100人とか1000人とかかな、見られ始めたら他のゲームとかもやってみたいなって思ったりしてるんですよね。
で、今もう見ていただいてる方、ありがたいことに多分数人定期的にいらっしゃると思うんですけど、やっぱりまだね、登録者が少ないので、麻雀っていうコンテンツをメインで発信させていただいて、一緒に強くなろうよっていうようなコンセプトでやろうと思ってるんですが、もし今後ね、このゲームちょっとやってほしいなとか、このゲーム星名に実況してもらったら多分楽しいだろうなみたいなのがもしあれば、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいですね。なんて話をしていたら、横移動して終わっちゃいましたね。ドラよかった。マンガンもう今回話したいこと話し切っちゃったんで、ちょうど終わってくれて助かったみたいなとこありますね。はい、ということで今回はかなり手配にも恵まれてまさか圧1位を勝という形取れてしまうですなんて、ね。今日もみんなと思う存分麻雀ができて嬉しいです。とはいえ始めた当初から本店っていう一番上のランクを目指してこのジャンタマっていうアプリには取り組んでいるので、ちょっとそこもねおいおい達成できるように、ゲームとかもやりつつもやっぱりメインコンテンツは麻雀っていう感じで今後も活動を続けていきますので、何卒皆さんよろしくお願いいたします。では今週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ